ほい、どうもこんです。ということで、今回はこちらの赤タンゴブリンを紹介したいと思います。こちらのデッキですが、昨日行われた MO チャレンジにおいて、6勝2敗で見事トップ4に入賞していたものですね。通常の赤タンとは全く構成が異なり、全てのクリーチャーがゴブリンで、完全な部族デッキになっています。現在、ゴブリンロードが2種類いるのですが、新規カードが多数登場したことによって、一気に競技レベルまで仕上がっています。ロードはどちらもおまけの能力も強力で、大軍引きは相手の除去に耐性があり、爆弾兵はゴブリンに飛行をつけることができるので、最後の一押しで結構役に立つことが多いですね。公式レベルの1マナゴブリンとして、焼き切る飛行士が出たのが大きく、1ターン目にこれを出すと、大抵4ターン目には最大速度になり、2段攻撃を強力に使っていくことができます。新たなラブルマスターとして、方向部隊の重量級が登場していて、毎ターンゴブリンを出すのもそうですが、全てのゴブリンに速攻をつけることができ、クレンコで大量のゴブリンを速攻で出せたりと、割とこのデッキのキーカードになる1枚ですね。流行技師も他の生物に速攻をつけたり、マナフラ受けとしてドラゴンが出せたりと、新カードとして強力なゴブリンになっています。基本的には横並びデッキのため、全体除去にはかなり弱いのですが、追放でない場合は大軍引きでしっかりと元を取ることができるので、全体追放だけケアするプレイングが必要なデッキですね。はい。ということで、今回も BO3 ランクマッチで収録していますので、実際にどんな感じで回るのか、試合の方をどうぞ。特にドメインズア戦の3ゲーム目がかなり魅力が分かる試合になっていますので、1ゲームだけ見たい方はそちらをお勧めします。さあ、やっていきます。こちら先手。1マナゴブリンはいないんですけど、横並びさせて、ゴブリンロードからのクレンコという流れは割と綺麗なので、キープしてみますか。さあ、相手も7枚キープでスタートですね。ただ、相手ランプですね。ランプなので、全体除去にだけは、気をつけていかないといけないですね。最近の、ドメインズアーは全体除去がね、そんなに入っていないんで、一発撃たせて、あとどうなるかって感じですね。横並びさせてからロード出すか、もしくは、ロードから出すかという感じなんですが、先にロードからいきますか。さあ、まずは4点入って残り16点まで。一応3マナの全体除去は、回避できる。はい。別行動は、トークンが死んでいくだけですね。殴ってから、小貸し切りのゴブリンを出していきましょう。できれば、このターン土地も引きたかったですが。さあ、これで毎ターン、2-2が発生していく。という感じですね。相手が除去を持ってるかどうかが、だいぶ、鍵になってきますが、ここは、本当ウッドを出してくる。さて、クレンコ3枚目。ちょっと4マナ目が引けていないので、この餌はね、ちょっと出しづらいかな。全除去されたらもう終わりなんで、小貸し切りで、一応ね、トークンも出ていくということで。さあ、まずは太陽効果。最近のリストは全体除去、2、3枚とかのリストが多いということで、なんとか耐えていけたらなという感じではありますが、ただズア、これはもう GG かな。5点ゲインされて、で、毎ターンこれが続いていくんで、結構というか、かなり厳しいですね。ロード引く。まだワンチャンあるか。餌出して、クレンコで、どんどんトークン作っていって、で、オーラジをブロックして、遠の天下で自分のクリーチャーを焼いたら、ライフゲインされないので、で、その次のターンに、ロード出して、フルパンでどうにか、って感じですが、それは無理ですね。これメインに1枚しか入ってないリスト多いんで、これはしょうがないですね。相手一般的な、ドメインザーということで、とりあえず遠の天下は減らしていいですね。というか、全抜きかな。インスタントタイミングでズアー落としていきたいんで。で、あと、宿敵か。さあ、1本目分けてディッシャイ目。1マナゴブリンがない。マリガンですね。はい。こっちの方が、悪くはないけど、2マナ目の強いゴブリンが欲しいですね。
さあ、まずは飛行士から入っていく。まあ、こいつ1ターン目に出すと、まあ、割とね、すぐに最高速度に到達するということで、さあ、速度を2に上げていく。全体除去に、まあ、現状ね、ちょっと耐性はないハンドではありますが、ここでそっちに除去。なるほど。まあ、これは割とありがたいかな。さあ、ラブルが生き残るので、まあ、さすがにこっちからかな。さあ、重量級出して、とりあえず2点を入れていく。そして速度は3まで上がっていくと。ロードを引ければという感じではあるんですが、どうでしょう。さあ、相手は花粉の分析。とりあえずこのターンは、まあ全体除去はなさそうですね。緑マナと白黒。うせろ、はい。さて、まあ、悪くはないかな。古参兵はちょっと今はいらないカードですね。さあ、3点入れてからの焦がし切りでトークンが出ていく。まあ基本的には、ロードがいないとね、そんなに速度が出ないデッキということで、できればロードを引いていきたいですが、そしてここで飛行士が除去られていく。ただ相手、まあちょっとこれ動きが弱くなってるんで、チャンスですね。ロード。はい。さあ、ようやく、ロードを引き当てたので、まあこれはもう全力で、自分のクリーチャーたちを大きくして殴っていきましょう。さあ、7点アタック。残り6点まで。これはおそらくもう、相手はこのターンに全体除去を打てないと、かなりきついんじゃないかなと。はい。これはもう勝ってますね。うん。まあそんなに、全然ブンブンではなかったですけど、なんだかんだ、ランプ的には全体除去が打てないとかなりきつい相手ですよね。さあ、1勝1敗で3試合目。これはね、ちょっと弱いかな。マリガンしたい。これキープして勝てる未来見えないんで、1マナゴブリンなし。うん、まあしょうがないですね。ダブマリできるほど余裕はないんで、さあ、後手。まあ、トップ1マナゴブリンが最高ですが、どうでしょう。さあ、土地は墓地に落としていく。まあまあまあ、しょうがないですね。一応、まあ、焦がし切りからスタートかな。ちょっとね、後手なんで、速度的に間に合うかどうか、微妙なところではありますが。さあ、相手ここ、土地を置いてから花粉の分析。うん。まあ、これ次のターンは、フォントウッドを出していきたいっていう感じですね、相手は。さあ、ちょっと、動き的には微妙ではありますが、まあ、ただやっぱ、相手が全体除去を持ってるかどうか次第なところが、だいぶ大きいですね。さあ、まずはラブルを出していきましょう。3点取って、さらにトークンが出ていく。で、これ次のターンロードいけるんで、除去がなかったらもういってるかもしれん。重力系は他のゴブリンも速攻がつくんで、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。あと、ただこれベーザ。これはどうするかな。ロード、さらに引いてくる。ロードでフルパンするか、宿敵出して、宿敵だけアタック。ロード。いや、どっちかな、これ。宿敵とりあえず出しとくか。相手の動き方によっては、まあ全体除去がないのであれば、まあ一時は殴りどっか。うん。さあ、とりあえずトークンをどかせて、で、さらに3点は通っていく。で、このターンに全体除去がなければ、次のターン、ロードで、まあ、打点は結構えぐいですね。全損事故。うん。
これだと、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18。まあ、ただ、ベーザーに1体ブロックされるんで、さあ、だいぶ強い動きですね。はい。まあ、ロードをブロックして、残り2点まで。これで相手に全体除去がなければ、まあ次のターン、ただ、これ流行儀士引けたんで、全除去されても勝ちかな。ズアー来ても多分大丈夫なはず。相手殴ることはできないんで、ブロッカーとして、ホントウッド立たせて、6点ゲインだけど、って感じですね。次のターン、流行儀士プラス、大軍引きなので、さらに全体強化されてからの速攻ですね。どうだろう。全除去以外だったら勝ち。太陽効果のパターンだけダメか。太陽効果で流された後に、ホントウッド戻ってきてって感じになるんで。まあ、ただ流行儀士いるから、まあ、大体いけそうな気はする。はい。さあ、トークンは死んでいくが、大軍引きで、アドバンテージを得ることが可能。しかもめちゃくちゃ強い。これ相手積んだのでは。残り使えるマナが5マナ。ハーフボレー引けたんで、ズアー、はい。相手立ってるのが緑マナだけ。なので、ハーフボレー出して殴って勝ちかな。ハーフボレー、ゴブリンロードかつ、1マナでゴブリンを飛ばせるので、まあ2体、ゴブリンを飛ばせて、相手はズアですか。ブロックできないと。これ、トークンがマストアタックなんですけど、重量級をタップすることによって、マナを出せるので、大丈夫ですね。さあ、3体でアタックから、トークンを飛ばせて、これで、まあ相手は積んでるはず。さあ、相手使えるマナ緑緑だけということで、一気に削り切っていく。GG。いや、この試合めちゃくちゃ良かったね。さあ、やっていきます。こちら5手。悪くはないかな。一旦目ゴブリン出せて。エスパーピクシーですね。エスパーは、ちょっとね、この物漁りが生き残ってしまうとかなりきつい相手ではありますね。幽霊による庇護さえなければ、という感じではあるんですが。ピクシー、なるほど。ピクシーを出してくるんですが、こいつ、威迫なので、大丈夫ですね。さあ、威迫アタックからの悪事を2体出していきますか。まあ、次のターン、ラブルもしくは、ロードを出していくんですが、まあ、相手がどう動いてくるかですね。さあ、物漁り。再びキャストして。まあ、バウンスとか除去とか、いろいろ考えられるんですが、そのままターンを渡してくる。このトーンの転換でかいな。ロード出してもいいけど、明らかに除去を構えてるんで、まあそのままアタックでも全然いいですね。相手どっちにしろ、悪獣はブロックできないんで、まあ大軍引き出してもいいか。一応除去打たれても、アドバンテージは取れる形ですね。最低、まあ何を構えてるか。バウンスか、まあもしくは、逃げ話ですけど、相手がこれ先に動かないといけないんで、はい。バウンス。まあ、物漁りを
除去っていきましょう。まあこのバランスに関しては全然 OK ですね。さあ、まあもう一回これ次のターン、ロードが出せるということで。お、メイントカシア。これ結構珍しいですね。で、戻さないのかなこれは。さすがに3マナは、戻さないですね。ということで、これはもう、ロード出して、ガンガン殴っていきましょう。はい。お、スルー。なるほど。これでエンジンが最高速度になったため、まあ、もし相手が除去を持っていなかった場合は、二段攻撃で、とんでもないことになりますね。さあ、相手残り9点。才能。まあ、一応ブロッカーは出てくるんですが、もう1枚、ロードが引けると、だいぶでかいですが、どうでしょう。さあ、ここは孤立への恐怖を出していく。クレンコ。まあ、普通に重量級出して、殴っていきますか。3体ブロッカーいて、で、相手白黒なんで、まあ除去は考えないとして、飛行士が、まあ2段攻撃なので、まあロードも殴って良さそうかな。倒しきりではしないのかな。まあ投了してくれましたね。十々。さあ相手、まあ一般的なエスパーピクシーということで、赤術の連射だけは欲しいかな。まあピン除去をね、そんなにいっぱい積んでもしょうがないんですけど、まあ物漁りだけはね、ちょっと作らないといけないんで、まあ連射増やしますか。さあ1本目勝って2試合目。まあ悪獣からいけて、大軍引きもあるということでキープしていきましょう。最低悪夢から。まあクレンコ捨ててもいいですけど、ト天下でいいかな。基本的にまあその、除去りたい生物ってもう、物漁りだけなんで、さあガラクタで悪獣は倒されてしまう。ただこうなると、はい。大軍引きは、まあ単体ではね、ちょっと弱いんで、ただの11ですね。まあ次のターンラブル引けたら、だいぶでかいですけど、ラブルからの次の、その次のターン土地でクレンコ。ただ物漁り出てきたんで、これは、まあ即、除去ライトですね。どっちに置くんだろう。まあ4-3作られた方が嫌ですが、さて、ということで、まあ物漁りはとりあえず倒しておきましょう。ちょっとね、速度が出てないんで、この試合はどうなるか。悪夢、土地、いや、トの天下だな。次のターン絶対クレンコ出したいんで、まあ、トの天下は、捨てていきましょう。ただ、ここで土地を引いてしまう。まあ、しょうがないですね。ただ、エスパーピクシーの場合は、クレンコをね、4-4になってると、だいぶ対処が難しいはずですね。さあ、4点は受けていきましょう。まあ、ライフもちょっと、きつくはなってくるんですけど、クレンコでね、どんどんトークン出せるんで、ここで起動。ああ、なるほど。ミシェルランドに乗せて、はい、3人を出していくと。さあ、飛行士、引いてからのクレンコ起動。さあ、トークンがどんどんと出ていく。相手もね、これ殴りづらくなっていきますね。もう地上は、クレンコを除けらないと、一生、トークンが出ていくんで。ピクシー、これはまあ、ロードが除けられるか。ガラクタを戻して、まあ、おそらくロード除去ですね。はい。一応、1枚は突
プ見れますけど、どうでしょう。悪くない。古参兵でとりあえず、飛行クリーチャーは除去っておきたいんで、これどうするかな。まあ、相手ミスラランドあることを考えると、ブロックせざるを得ないですね。まあ、クレンコで、また増やせるんで、とりあえず1体は落としていきますか。で、一応古参兵でピクシーも落とせる状況ですね。さらにラブルも引いてくる。悪くない。さあ、まずは、ピクシーを落として、さらにトークンを出してから、まあ、飛行士は殴って OK ですね。さあ、このトークン網を乗り越えるには、まずはクレンコを除けらないとですね。ただここでベーザ。トークンが出てくる。うん。これはまあ4人とは1でいいかな。横並びしてれば勝てるデッキなんで、どんどんと横並びさせて、で、どっかでロードが引けたら、一気に試合が決まっていく。お、ロード引きましたね。ただ先にこれ、ラブルですね。ラブル出してから、トークンを増やして次のターンに、ハーフボレー。さあ、トークンさらに出て、こいつマストアタックなんですけど、まあブロックされた後にクレンコを起動していきましょう。相手残り18点。これでトークンが9、10、11、クリーチャー11体。で、全部速攻つくから、だいたい次のターンいってそうですけどね。クレンコとこの、ラブルの相性がね、とんでもないんですよね。さあ、ということで、ハーフボレーの爆弾兵からの、で、戦闘前ステップに誘発させてから、クレンコ起動。で、これ全部速攻ついてるんで、22、23、24、25体でアタックしていくと。GG。これがクレンコの強みですね。さあ、やっていきます。こちら先手。1ターン目飛行士あるんで、まあこれはいいハンドですね。さあ、飛行士から、とりあえず速度を上げていく。お、相手これなんだろう。とりあえず流行技師出して、で、まあ、クレンコまでも確定してるので、あとは、まあ、ロードを引いていきたいですね。さあ、相手除去は持ってそう。殴っていきますが、逃げ話。うん。まあ、そっちですよね。ということで、このターンは、飛行士をでかくして、まあ、2点だけ入れていくと。まあ、序盤はね、どうしても、なんだこれ。リア2デッキかな。ルーティングなんで、これ。ボルガボスとかが次のターン出てくるとさすがにきつそうですけど、どうでしょう。まあ、ただ先にこれクレンコですね。横並びして、ロードさえ引ければなんとかできるっていう状況を作っていきたいですね。まだ次のターンまでいよいよあるはずなんで、記念碑、はい。で、さらにルーティングして、まあただ、相手これゲインはしないんで、多分ドローに変えてくるんかな。さあ、沼を捨てて、記念碑で、ワンドロー、うん。お、ロード引きましたね。これはだいぶでかい。ただ、クレンコはまだ我慢かな。さあ、このターン、6点を入れていく。まあ、全除去は多分ないとは思うけど、まあ、あったらしょうがない。それはもう、諦めですね。これで多分、次のターン、リア2でなんかでかいの出てきても、勝てるんで、さあ、クレンコでどんどんとトークンを出していく。さあ、ルーティング。ボルガボス。はい。これ、まあ、大体出てきそうですね。出てきても多分勝ってそうだけど、どうだろう。9点でしょ。残り18になって、
飛行士がいるからさすがに勝ってるかな。うん、フルパンしていきましょう。クレンコも殴って OK。まあ多分これ見た目だけで勝ってますね。で、飛行士これ2段攻撃なんで。さあ、ボルガボスが5ターン目に出てきても削り切っていけると。これがゴーブリンですね。GG。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。